どうもなんとか重工です。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりですね。はい、この感じ久々です。打ち合わせとかではね、お話はしておりますが、お話って聞きますそんな硬い。とある大企業様からはい、案件いただきまして、久々に揃っておるとはい、いう感じでございます。その企業名なんですが、ソニーさんから案件いただきました。ありがとうございます。あのソニーさんから。伸びたな。成長感じますね。自分で言う？成長感じる。なぜ案件をいただきましたかというと、我々、こちらに CNC フライス板、そして豚骨くんが買いました卓上旋盤、相棒として使っておりますが、はい、もっと古くから相棒として使っている機材があると、はい、それがこちら、ソニーのカメラ。そうですね。もう我々のチャンネルは実は最初から今までずっとソニーのカメラを使ってきたと。そうなんですよ。急にさん付けなくすっていうねで、今回はどんな企画かというと、愛着を持って使っているこのソニー製品と、出会ったエピソードだったりとか、ソニーさんからいただいた質問とかに、お答えする形プラス、僕らの撮影の裏側、なんとか重工の撮影の裏側みたいなのも、ちょっと皆さんに特別に誰が見たいんやっていう話もあるかもしれませんが、この機会をいただいたからこそ、紹介したいなと。そうです。質問に答えながら撮影の裏側などなど動画に撮っていきたいと思います。ほぼほぼ最初は見た目だけでしたね。少し昔の話になるんですけど、ちょっと日本一周をバイクで行きたいなと思いまして、その時に記録用にカメラを探してたんですね。その時は、動画を撮るんじゃなくて写真の方でカメラを探してて、今はもう持ってないんですけど、ソニーの DSC-R1 っていうカメラが発表されていて、その独創的なデザインにね、心奪われたんですよね。もうそれこそカメラっていうか、もうレンズに必要なものをつけましたみたいな、もうレンズ主体のデザインに心奪われたという感じなんですよ。当時はそれほどカメラの知識もなかったし、ネットの情報とかっていうのも全然出てなかったんで、正直必要な機能を満たしてるのかどうかっていうのも全然わからなかったですけど、そのデザインがかっこよすぎて、もうその R1 もう確信に近いレベルで買いましたね。そこから僕のソニーのカメラライフが始まりました。でそれが16年ぐらい前の話で、その後も結果的に16年間ずっとソニーのカメラを使ってるっていう感じですね。結局のところ買い替えたいカメラはソニーが出してくれるっていう感じですね。で 6,7 年も使ってればスペックで R1 を超えるカメラっていうのはあったはずなんですけど、それでもやっぱデザインとかが結構僕の中で大事なんで、これだっていうカメラはまだなかったですね。で思えば R1 ってデジタルカメラなんですよ。でデジタルカメラなのに一眼レフ以上にレンズが入るデザインで、なおかつ画素数も1000万画素超えてたと思うんですよね。でチルトするモニターもファインダーもフラッシュも全部盛りやったのに、圧倒的にレンズが映えるデザインやったんですよ。ボディ形状もレンズに沿っててめちゃくちゃ画が強いデザインやったんですけど、むしろそれが好きでしたね。当時 R1 は気に入ってたんですけど、趣味で登山をやってたんですね。でその登山で R1 の広角域だと不満やったんで、一眼レフに乗り換えたいなと思ってたんですが、一眼レフやとボディがめちゃくちゃでかくなって、でレンズも大きいと、じゃあもうこれを登山に持っていくのもきついなっていうことで、踏み切れる機種が全然なかったんですよ。どうしようかなと思って6,7 年 R1 を使ってたんですけど、ソニーから α7 っていうカメラが出たんですね。でそれがめちゃくちゃかっこよかった。ミラーレス初のフルサイズセンサー搭載、大して詳しくもないくせにミラーレス初って言われたらなんかすげえやんっていう感じになりつつも、小さくて高性能っていう謳い文句にグッとハートをつかまれた上に、このレンズマウントからはみ出しそうになるほどのセンサーサイズとか、このレンズマウントのオレンジアルマイトとか、めちゃくちゃかっこよかったんですよね。めちゃくちゃかっこよかって、もう正直 α1 と同じ一目惚れで α7 を買いました。カメラを乗り換えるにあたって主目的なのが広角レンズに乗り換えたいっていうのが主目的だったのに、当時まだ広角レンズのラインナップがないにもかかわらず α7、 そのうち広角レンズ出してくれるやろうということで α7 買いました。でこれ α7 なんですけど、今もかっこいいですけど、出た当初はもうめちゃくちゃ衝撃的なデザインやったんですよね、僕にとっては。でマウントサイズから見てもボディがめちゃくちゃ小さいし、正面から見た時に曲面のないデザイン、角張ったデザインより小ささっていうのを強調してて、個人的にドツボなデザインでした。ソニーさんのエンジニア魂を感じています。
ケロさんが R1 をくれるって言うんですよ。でその当時はスマホでね写真よく撮ってたんですけど、初めてデジタルカメラっていうのを手にして写真面白いなってね本当に心から思ったんですよね。加えて当時新婚旅行で海外に行くことが決まってて、ケロさんからもらった R1 っていうのもめちゃくちゃ気に入ってたんですけど、やっぱり海外に持っていくのはボディがねでかかったんですよね。なんでコンパクトな自分のカメラっていうのは、ちょっと探してました。でいろんなお店行って、持ち比べとか、見た目のデザインでね他の他社さんのメーカー結構いいなっていうのもあったんですけど、実際に α6000 っていうのを手に持った時にそのグリップ感とかホールド感とかが、そのボディバランスっていうんですかね、それもなんかすごい手にガチッとはまったんですよね。なんで、ソニーさんを結果的に選びました。でその後スペックとかも結構見比べてたんですけど、画素数も高かったりとか、あと AF もめちゃくちゃ当時、多分最速ぐらいの、速さで瞳 AF とかもあって、多分当時の APS-C 機では多分最上位クラスのカメラだったんじゃないかなと思います。で実際の新婚旅行ではそのコンパクトさもあって、カバンからねさっと取り出して最高の写真をたくさん撮ることができました。この辺に表示させておきます。あと観光地で外国の方に写真をお願いすることがあったんですけど、その時もボタンの配置とかが非常に分かりやすくなってるんで、渡しただけで直感的に操作してもらって、すごいいい写真をたくさん撮ってもらうことができました。そういう意味でもその当時 α6000 のカメラにして本当に良かったなと思いました。そうですね、2人で YouTube を始めようって思った時にたまたまなんですけど、2人ともソニー製のカメラを使ってました。ケロさんが α7 で僕が α6000 でしたね。で、普段写真でねメインで使ってたカメラだったんですけど、その時初めて動画機能を使ってみて、一眼で撮る動画ってこんな綺麗なんとびっくりして、本当にカメラの底力、動画精度の底力に、驚きました。はい、YouTube をやり始めてから結構過酷な環境で使ってたんで、残念ながら α6000 はね壊れてしまいました。で修理することもできたんですけど、もう5年ぐらい経ってたんで、さすがにちょっと新しいのに買い替えようかなと思って α6600 に買い替えました。カメラの買い替えにあたって、他社さんも検討しましたし、ソニーさんの APS-C 機も当時かなりラインナップがあったんですよね。で結構迷ったんですけど、ソニーさんのカメラって次世代機でがっつり進化させてくるんですよ。α6000 を壊した経験があるからこそ丈夫に壊れにくいカメラになったっていうのは本当に嬉しかったですね。であとはバッテリーがね、上位機種で採用されている大容量の Z バッテリーになったりとか、画面がねチルトするように180度チルトして自撮りが撮りやすくなったりとか、他にもですね α6000 にはなかった、マイク端子とかヘッドホン端子も、新たに追加されてて、α6000 の動画撮影時に不満だったところが、一気にね、α6600 になって進化してたのは本当にびっくりしました。でしかも α6000 が発売されてからたったの5年でここまで進化したっていうのは本当にびっくりしましたね。おそらくユーザーからのフィードバックをちゃんと現場に伝えて、それを新規の設計に落とし込んでるんだと思います。作りっぱなしじゃなくユーザーの意見をしっかり取り入れてものづくりされてるんで、次も安心してソニーを選ぶと思います。ここからはケロの普段の撮影風景を一緒に見てもらえればと思います。ちなみにケロは α7 に加えて α7 III の2台体制で撮影してて、画面に映っているのは α7 III です。実際の撮影はご覧の通り作業シーンをただ撮っているわけではなく、作業ごとに方向を変えて撮影して編集してつなげた時に一つの作業を多方向から観察できるように撮影しています。なので単純にやることが多いです。画角を調整してピントを合わせて、作業を撮影したらその作業を中断して次の画角調整とピント合わせ、多分撮影時点で体感ですけど普通に物を作る5倍くらいの労力をかけてると思います。ピント合わせは合わせたいところをモニタータッチするだけなんでめちゃくちゃ楽になりました。 α7 III の場合クロップモードがめちゃくちゃ便利です。装着しているレンズで寄り切れないから、普通ならレンズ交換をするようなシチュエーションでもボタン一つでクロップしてやればレンズ性能の 1.5 倍ズームできます。そうですね、今のところ α7S3 とか FX3 あたりに興味が非常にあります。しばらくは現役で頑張っていただきますが、いずれそういう機会があれば次もこのままいけばソニーを選ぶと思います。さてここからは私とんこつが α6600 で特に気に入っているところをご紹介していきます。まずはリアルタイムトラッキングですね。動画を撮影しながら常にピントを被写体に合わせ続けてくれるんですよ。
でそのタッチするモニターの角度調整域も広くて180度回転させて自分の方へ向けたり、常に撮影者が見えやすいようにモニターを調整できるのも気に入っているポイントですね。ものづくりに手間がかかる分、撮影のサポートをカメラがしてくれるので、その分作業に集中できています。そうですね、間違いなく一番最初に検討しますね。今までの信頼があるのと、単純にソニーさんのファンなんで。というわけで我々の撮影風景とソニー愛を語ってみたという感じですね。意外と撮影大変でしたね。大変でしたね。撮ってるシーンをわざわざ撮ってるんですよ。ね、少しでもね映像を飽きさせないように画角変えたりとかね。普通に作業したら一点固定のもうずらーっと並ぶ映像じゃないですか。監視カメラみたいな、ね、そう何か工具を外すために工具を取るじゃないですか。そのシーンを撮ってたりするわけですよね。っていう裏側でございました。その撮影は全て我々なんとか重工の場合は全てソニーのカメラでやってきたと。でこれ今後もソニーのカメラを使いたいなと思うカメラをきっとソニーさんは出してくれるでしょう。だって進化がすごいから本当に。そう勢いがすごいよね。というわけでなんとか重工の撮影裏でございました。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。